今日は姫りんごの交配をやりたいと思います。持ってきたのはこの花がいっぱい咲いている姫りんごと、交配用にはこの街道の花を、いつも使っています。姫りんごを交配させるためにはこのズミとか街道とかいう近縁種との花をちょいちょいして実をつけさせるんですけど、街道は姫りんごの花がまだ咲いてないうちに咲き始めちゃって、いざ交配しようと思った時にもうほとんど花粉が残ってないっていうことがよくあるんですよね。そういう傾向があります。その対策としては春から街道の花はちょっと棚下に置いといて、それで開花を遅くさせるとか、逆に姫りんごは日向に置いてもう開花を早くさせて同時期に花を咲かせるっていうのがよくやるんですけど、あとは葉水とか、でもだいたい先に咲いちゃうんです。そういう時は花粉はある程度でしたら保存ができるので、例えばこういうシャーレなんかにこのもうほとんどもう咲いて花がちょっとしか残ってないんですけど、満開だった時にしべのところをカットしてシャーレに保存してたのがあるんですね。この状態で2週間はやったことないですけど10日ぐらいは、効果が持つので、1週間ぐらいのズレだったらちょっと対応できると思います。で今日たまたま田舎の父と電話で喋ったんですけど、うちの実家はみかんとキウイフルーツと作ってるんですけど、ちっちゃい頃ねキウイの畑にピンク色に色がついたお粉みたいなのをこうシュッシュシュッシュするお手伝いを、してたんですよね。あれはどうやって作ってるのかちょっと聞いてみたんですよね。あれは基本的には農協から買ってるらしいんですけど、交配用のオス花があって、それをまとめて花摘んで、機械で花ごと全部粉砕して、それで冷凍するんですって。マイナス20度とかマイナス40度とかそういうところで2年ぐらいは持つそうですね。で交配させるシーズンになったらそれを40度ぐらいのインキュベーターに入れて、それで活性化させてシュッシュと溶媒になるなんか謎の粉みたいなのがあるらしいんで、それでそれを混ぜて薄めて、でこう交配に使ってるそうなんですよね。だから花粉は条件よく保存すれば結構長く持つんですけど、一般家庭にはマイナス40度のフリーザーも、40度に保てるインキュベーターもないので、少し開花が間に合わないとかそういうことがあったら、花粉を保存して交配するのも良いかなと思います。でこれがシャーレに入れといた花の花粉、少し黄色いこんな粉がありますけど、この部分をハケで取って、それで姫りんごに交配させることができると。こうあるんで、これを少しねこの辺にあるやつを取って、でしべの真ん中のめしべのところにちょっとつけていくと。はい、これだけなんで、すごく簡単ですね。あと 2,3 日もすればこっち側も咲いてくるので、この花粉はまだ使えるかなと思います。でこれはできれば冷蔵庫で保存しておいた方が良いかなと思います。で昨日、上野グリーンクラブで、チンバの、フェアがあってまして、そこにちょっと寄ってきました。で2本木を買ってきました。これが岩絡みっていう木かな、つるあじさいです。それと値札には友禅欅って書いてあったんですけど、多分これ春に入れかなって思うんですが、こういうものを2本買ってきました。紅葉するタイプのニレを友禅欅だって教わったこともあったし、この春ニレを友禅欅っていう風にこうやって値札で書いてあったりもするんで、何が本当の友禅欅なのかなってちょっと前疑問に思ってたんですよね。で本当の友禅欅っていうのはこういうやつ
ですね。目出しが葉っぱがちょっとね黄色になるやつ、はい、覆輪っていうのかな、縁は少し緑で、こういうのをこれを友禅欅っていうそうです。でこれが友禅と書いてあったけど多分ハルニレだと思うやつ。特徴はここ枝のところがこうコルク状になるっていうのが特徴かなと。友禅欅と形は似てますが、友禅欅は灰色がこうやってちょっと黄色が入る、こういう目出しが、とても可愛らしいこんな感じのやつ。はい、友禅はコルク状にはならないですね。どっちもすごく親戚近いんで、すごく似てますね。はい、チンバなんで覆輪の、白覆輪の葉っぱになる岩絡みらしいんですけど、岩とか、木の樹木の幹にこの枝からこう気根みたいな細かい根っこを出してこうへばりついて、それで高く登っていってアジサイみたいなアジサイの綺麗な花を咲かせるやつですね。はい、これもちょっと枝抜いて少し懸崖みたいにして作ってみようかなと思って、はい、買ってみました、この2本。はい、それでちょうどその日に、近くの、場所で茅場町というところでSNS の盆栽楽しんでる活躍されてる皆さんが、ボンクライチっていうなんかイベントをなさってたんですよ。そこで市川さんっていう作家の方が、なさってたミニ色黒体験っていうのを予約させていただいたんで、それもあって寄らせていただきました。すごくお客さんいっぱいで活気のある、イベントで楽しかったです。はい、買い物もちょろっとですけどさせていただいて、おなじみ一夜さんのこの鉢、はい、最後の1個だったからやっと買えたって感じですけど、はい、なんと小吉っていうここに小吉って書いてあって、はい、これ足がないんで草物にいいかなと思うんですけど、はい、今度なんか入れてみたいなと思います。あと一星さんも鉢売ってらっしゃったんで、3つ買ってきました。デモノと、渋い、これはそばではないか、でもこういうとても可愛らしい素敵な鉢3つゲットできました。それとおまけでこの未生の土佐水木かなの未生のやついただいたんで、はい、これね土佐水木私大好きなんですごく嬉しかったです。はい、ということで今日の、作業はこれでおしまいです。